なんか夜中こっち動いたりこっち動いたりっていうことで、夏暑いとですね、寝返りが多くなるっていう言い方をする方が結構いらっしゃって、患者様でも。で、寝返りって悪いことなんですかっていう質問をいただくんですよね。私はそんな時どうか答えるかっていうと、寝返りにはね2つあるんです。良い寝返りと悪い寝返りがありますっていう回答。これ何かっていうとね、睡眠医学とか睡眠科学の世界では、寝返りっていうのは時として悪者のように言われることがあるんですよ。それは何かっていうと、2つ、良い寝返り悪い寝返りなんで、ちょっとこちら先説明したいんだけど、マイクロアローザル聞いたことありますか？言葉聞いたことないですね。マイクロ、はい、小さい、アアローザルっていうのは実は覚醒って言って、ウェイクアップ、起きるっていうことなんだけど、その脳が覚醒するっていうのがドーンと起きてしまうんじゃなくて、ちょっと小さく時々起こる、本当に数秒間の短い脳の覚醒、これをマイクロアローザルと言います。それがいっぱい起こってしまう、寝返りによってそれがいっぱい起こってしまうと、結局は深い眠りが分断されてしまって途切れの睡眠になってしまいますよ。だから寝返りはたくさん打つのは良くないとも言われているんです。一方で寝返りってとっても重要だっていうことも分かっていて、人間の生理現象ですよね。何してくれる？はい、血流を、そうですね、体液循環ですね。そうですね。から体温調節、人間が生きていくためには寝返りは不可欠のことなんだけど、時として悪者に言われてしまう。で、私はこう定義しています。良い寝返りっていうのが悪い寝返りとは別にありますよ。それはなるべくこのマイクロアローザルが起こらないように覚醒せずに眠り続けられる状態ができるとすれば、それは決して悪い寝返りではなくて良い寝返りと呼びたいわけです。結局、そのマイクロアローザを抑え、深い睡眠のレム睡眠がぐっすりと取れることで朝回復できるわけですので、そこをうまく調節する何かが必要。その何かとは、枕です。枕はちゃんと3大条件を満たせば寝返りがスムーズにできます。スムーズにできれば夜中に覚醒する回数を減らしたり、なくする、悪い覚醒はなくすることをできるので、ぜひこの枕の高さを整えるというところから始めてほしいなと。3大条件言ってください。はい、まず体に合った高さですね。で、その高さを維持できる硬さで、寝返りがしやすい平らな形。はい、この3つの3大条件を満たした枕を使うことでスムーズな寝返りを行い、なるべくいらない中途覚醒、マイクロアローザルを減らすということが肝要なのではないでしょうか。ということで、ぜひ高さのあった枕、夏も使い続けてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。